さんこんにちは。本日はルミナスプロダクションズのクリエイターによる技術紹介動画クリエイターインタビューの CG ワールドコラボスペシャル第2弾 UI 編をお送りいたします。フォースポークンを彩る UI について山下さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ゲームの UI といえば装備品の変更時によく使いますよね。フォースポークンの場合、どんな UI で装備品を変更できるのかご紹介いただけますか？はい、今実際に画面に出ているこの画面がマントとネックレスっていうものを変更する画面になります。実際にサムネイルがずらっと並んでいまして、この中から選んでいただくとフレイの装備しているマントが変わっていくっていう。でこの他にこのネックレスの選択画面に行くとこの首元に、カメラがフューチャーされて実際に今装備されているこのフレイの首元のネックレスが映るっていうような形になっています。でこの他にネイルっていうのが、今作では存在してます。これもネイルっていうのも、装備品の一つなんですけれども、ネイルのバリエーションが多い。これ作る時も結構本当にネイルを作ってそれを3D でキャプチャーしてみたいな流れを組んでて、かなりリアリティのあるものになってますね。何よりこのネイルっていうのがアジア文化と現代的要素の融合っていうんですかね、そういう部分がすごく色濃く出ている装備なのかなって思います。装備品だけ色がついていて、あとはモノクロっていう金と黒と紫に限定しているところもすごく特徴的だなって思いました。よく見られる UI って情報を白で表示する UI っていうのがかなり一般的だと、僕は思っているんですけれども、フォースポークンの色は金っていうものを主に添えて、あとはそれに沿う形で、今は紫と本当にモノクロですね。これのみでやっていって、フォースポークンの色の印象っていうのをとにかくユーザーに感じてもらいたいっていうことでこの色を選択してます。他にUI を設計する上で参考にしたイメージだったりキーワードってありますか？一つ思想として持っているものはあって、ルドンだったりクリムトベックリンみたいな世紀末芸術って呼ばれるもの、でそこで彩られる華やかで幻想的なんだけれども同時にすごく退廃的であるっていう自分の根幹にある印象のイメージはもうそれに固定されてますかね。あとはこれ魚眼レンズを使ってます？そうですね。このちょっと気持ちの悪い歪みがすごく印象的で魔法的ですよね。そうですね。魚眼レンズっていうのはかなり文字とかにも干渉してしまうので、UX の妨げになってしまうっていう側面もやっぱりどうしてもあるんですよね。それをうまいことせめぎ合ってなんとか採用したい。そのぐらいこちらの熱量のこもった部分ですね。この魚眼レンズっていうのが。他にフォースポークの UI ならではの見どころっていうのは何がありますか？そうですね。例えばメニュー画面の中だとマップがあるんですけど、これもマップなんですけれども、立体的。さっきこういうとこ飛んだなっていう記憶が蘇ります。パルクールが主になっていて、上下移動が多いんですね。非常に引いていくともうちょっと周りが見渡せて、ここはどちらかというと地形ではなくこのアイコンの方が主役になります。目的地に近寄ってきたら、じゃあその目的地は一体どういう地形になっているんだろうかみたいな、そういう2段階の設計になってますね。マップのオブジェクトを全部読んでしまうととても労働時間が長いとじゃあどうするのかっていうので、本当にカーソルの近くのオブジェクトだけをうまく読み込む。であとは実際今は結構メニュー画面ばかりをお見せしていたんですけれども、先ほどプレイしていただいたこのフィールドでの画面でこれ見ていただくと分かると思うんですけど、ほとんど UI っていう UI はないんですよね。ですね。本当に必要最低限なヘッドアップディスプレイがしかも使う時にのみ出るっていうような形になってます。あくまで主役はフレイっていうことで、いかにフレイの邪魔をしない必要最低限のものに抑えるかっていうのがこのフィールドでの UI の役目になります。逆に先ほどお見せしたこういうメニュー画面、こちらの方では、情報の方が主役になってきて、フレイはどちらかというと
その背景になってもらうっていうことで、メインメニューとフィールドでの何でしょう、この UI の静と動っていうんですかね、この切り分け方、この辺りのコントラストも結構独特なものになっているので見ていただきたいポイントになってるかなと思います。 UI はね最初からすごい完成度高かったからね、こっちにこう来てる相談とか発注がもう最初からすごい具体的だったので、例えばこのネイルのこれもそうなんですけども、このポーズをくれっていう、あとはそのギアとかもそうなんですけど、各種ここは例えばすだちのものが欲しいとか、あとはアーカイブとかもそうなんですけど、これはなんかこう調べ物してる風に本を持ってるものが欲しいとか、アーカイブだから分かりやすい。やっぱりそのこちらじゃ見えない部分っていうのは、そのこういうポーズをしてしまうとマントが干渉してしまうだとか、やっぱりこっちの想像を簡単に超えてくるんで、それはねめっちゃ調整した。いやですマントもすっごい種類があるので、そうですよね、干渉範囲がちゃうんですよね。そうなんですよ。デモ版はこう一部の本当一部なんですけど、本当もっとたくさんいろいろあって、マントごとに形状だとかも違うので、一つのポーズで同じマントを羽織らせた時にこのマントだとここが干渉するだとか、本当いろんな確かにそういう問題はいろいろ出てたので、そこはこう粛々とUI チームに迷惑かけないようにこそっと修正していく。そんなに揺れ物をメインに扱うゲームって多分アクションゲームだとほとんどない。いやそうっすね。割となんかわざとそういう風にしない衣装にしてるゲームが多いじゃないですか。ちょっとミニスカっぽく感じにしてあんまり大きく揺れないようにするとか、パンツスタイルにしたりとかね。最初に聞いた時に本当にやるのって俺は思った。やっぱこのマントのおかげですごいパルクールは映える絵が出たので、ここはそうですね、ここはTA チームと一緒に連携しながらマントの絵は詰めたんですけど、非常にいいものが出来上がったなと。最後の最後までやってたもんね。カットシーンとかも全部変わるんで、マントがその全てのカットシーンにね合わせるのはほぼ不可能だから、すごい調整を。このやっぱりゲームの特性上一番目に入る部分なので、ですよね。調整にかかるコストってすごく膨大だな。ただそれを差し引いてでもこのマントっていう装備にしたかった。 UI の作業ってとにかく地味な部分っていうのが多いところではあるんですけれども、その地味の積み重ねがいかにユーザーの助けになるかっていうところで、とにかく時間をかけた部分ではあります。今回は UI 編をお届けしました。次回は VFX 編をお届けします。できるだけ自然表現の部分はリアルに色温度とか輝度を計測して作られてます。